皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日はトヨタのコンパクトカー3代目ビッツのご紹介です。こちらのモデルはボディサイズやエンジンの排気量による車格のヒエラルキーが崩れ始め、3ナンバーでもコンパクトなカーや小さいけれども充実装備のカーなどコンパクトの多様性が目立ってきた2010年から2020年まで販売されました。そんな中でどんな仕上がりになっているか見ていきましょう。全体のスタイルはオーソドックスなコンパクトカーです。ワンモーションフォルムに近かった2代目からボンネットとキャビンが分かれた初代のスタンダードなものに回帰しています。フロントマスクは可愛さがあった先代までから一転、同時期のプリウスアルファやウィッシュに準じたいかつめの顔となっています。後期型ではさらにいかついキーンルックとなり、私としては苦手な方向へデザインが進んでいきました。この前期型でも魚のエラっぽいデザインがあり、キーンルックの片鱗を見ることができます。サイドビューです。フロントマスクほどの変化はありません。先代との違いとしてはリアサイドウィンドウの切り欠き方が変わり、窓の分割線がなくなりました。タイヤは先代からサイズ変わらずの14インチとなっています。リアです。全体的なスタイルは先代と共通ですが、テールランプ部分が張り出したりナンバーがバックドアについたりとちょこちょこ変わっています。私としてはリアバンパーにナンバーがつく方が好きでした。今回のグレードは CL となっており、専用の特別色が用意され、内装が豪華になり、窓ガラスがトヨタ初の熱線カットガラスとなっています。エンジンは先代と同じ1リッターです。馬力とトルクは排ガス規制のためかほんの少しだけ下がっています。エンジンルームのレイアウトは先代とほぼ同じです。ボンネットの開口幅が大きくなり、メンテナンスしやすくなっています。ボンネットにはインシュレーターがついています。妙に小さいので先代の流用かと思いましたが、形が違いました。またバルクヘッドにもしっかり静音材が貼られています。トランスミッションはスーパー CVTi で、こちらもエンジン同様先代と同じものです。フロントサスはストラット式です。先代に対してスプリングの受け部分が変わっていますが、それ以外は同じに見えます。エンジン下には先代同様アンダーカバーがあります。こちらは形が変わっていて、刻印されている部板も51441から51442となっています。リアサスはトーションビームです。先代はこちらです。ホース類以外はほぼ同じで、再放送的な絵面となっています。ドラムブレーキの取り付け部分など基本的に先代と同じように見えましたが、先代と比べるとスプリングが5巻きから4巻きに変更されています。この変更で乗り心地に差が出るでしょうか。前席です。開閉音を確認したら乗り込んでいきましょう。乗り込みは先代同様しやすいです。先代より 20mm 車高が低くなっていますが、特に変化は感じません。シートはアルカンターラっぽい素材ですが、そうとは謳われていない謎の表皮となっていて高級感があります。シートやマットの縁にピンクのパイピングがされていておしゃれです。フロントシートは49センチと長く、しっかりした反発力があって座り心地は良好です。先代のように膝部分が前上がりになっていないのが良いですね。ステアリングには前後調整ができるテレスコピック機能はないですが、上下調整を行うチルト機能はついています。やや調整幅が狭いですが問題ないです。ステアリングはウレタンです。時代なのかステアリングのスイッチはついていません。シートは先代同様全体がリフトアップします。5センチほどの調整幅があって良いです。シート一番下の時の視界はこちらで、ダッシュボードが前に上がっているのと三角窓がないので、斜め前の視界はライバルと比べて良くないです。シート一番上の時の視界です。視界は良くなりましたが、座高90センチの私だとバックミラーが近いです。ちなみにこちらワイパー1本です。シート高さはシート一番下の状態で34センチあり、椅子に座っている感覚で足の自由度が高いです。メーターです。先代のセンターメーターから今回は運転席前にメーターが移動しました。またオレンジのメーターからホワイトメーターとなり、視認性と高級感が向上しています。液晶は電卓みたいですが、ツイントリップメーターだけでなく、外気温や平均燃費、航続可能距離が表示できるようになりました。と進化していますが、気になるのは左右のリング内スペースです。広い面積取っていますが、警告灯がつかない限りほぼ真っ暗です。これならフレームレスにしてスピードメーターだけで良かったのではないでしょうか。
後席を見ていきます。開口部の腰に当たる部分が張り出していないため乗り込みやすいです。下に行くと急に開口部がすぼまる車がある中、これはとても良いです。リアシートはステッチはなくなりましたが、前席同様アルカンターラチックな表皮になっていて良いです。フロアマットはピンクのパイピングがされています。リアシートは座面が大きく高さがあります。さらに座面は分厚く硬さがあるためドカッと体を預けることができます。足元の余裕は先代同様ないですが、体の収まりが良いため問題ないです。広いですがシートが薄めの軽自動車とは対極の作りとなっています。窓はほぼ全開します。先代は顔の横に窓を仕切るための棒がついていましたが、今回はそれがなく窓全体が開きます。開放感が向上していて良いです。中央の席にも3点式シートベルトがついていますが、天井に格納されているタイプです。引き出しと装着に苦労するのでリアシートから出るタイプにしてほしいです。センタートンネルがなく、リアセンターコンソールの張り出しが控えめなので足元は快適です。クッションは盛り上がっていて前に押される感じはありますが、なかなかの距離座ることができそうです。フロントドアです。アームレスト以外はプラです。プラの模様が革の芝風の部分と2代目プリウスのものに似た縦線の模様が組み合わさっていてなかなか質感があります。ドアポケットはガラケー用のサイズですね。下にはドリンクホルダー付きのポケットがあります。スピーカー部分のトリムの模様が変わっていますね。正直あんまり似合ってない。インパネは先代のセンターメーターだったり、真ん中にそびえ立つエアコン操作部だったり、天まで昇るドアアームレストだったりがなくなり、普通のデザインとなりました。プラの表面は花のような模様部分と縦線部分で構成されています。ボタンの表面は艶消しとなっており、全体的にしっとりとした感じで質感が良いです。インパネの肩口にはポケットがついています。キーやちょっとしたアクセサリー小物を入れるなどできますが、底面がつるっとしたプラなので擦り傷が怖いです。ハザードのボタンがめっちゃでかいです。エアコンスイッチは横に3つ並ぶ形になりました。ちょっとレトロな雰囲気でいい感じです。足元にはドリンクホルダーが2つあります。奥にはスマホが横置きできるスペースがあります。さらにこちらにもペットボトルを置くことができて便利です。上にはアクセサリーソケットがついています。この辺りスタンダードな配置ですね。シフトはゲート式です。ご操作しにくいのは良いのですが、通常の操作もやりにくく私は苦手です。サイドブレーキ下に収納がありますが、サイドブレーキを下げると大体当たります。ボックスマッチサイズのものだと置けます。スマホはサイドブレーキ横のスペースに置くのが良いです。助手席前にはデザインなのか収納なのかちょっとしたテーブルがあります。何を置くか迷うところです。グローブボックスは薄いです。説明書と車検証で精一杯です。 A4 サイズのファイルは入りません。 A4 書類はドア下のポケットに入れましょう。ドリンクホルダーは使えなくなりますがフィットします。先代は上下ポケットがあって収納力高かったのですが、こちらはちょっと寂しくなっています。リアドアです。トリムの模様は縦線だけとなりました。収納もドアポケットのみとなってしまいちょっと寂しいです。その分センターコンソールのリア側の収納が充実しており、ペットボトルが置けるスペースとスマホを立てられるスペースがあります。手前のトレイは大きめに作られており、ペットボトル以外のものも置けるようになっています。普通グリップがある部分はフックになっています。ハンガーを引っ掛けたりビニール袋かけたりといろいろ使うことが可能です。荷室です。リアシートは固定式でスライドしないですが、軽自動車よりかなり広いスペースがあります。幅が100センチあるため買い物かごを横に2つ並べられます。さらに奥行きが60センチもあるので買い物かごを縦置きすることができます。先代より荷室の奥行きが15センチほど広くなっています。リアシートを倒すには左右のノブを同時に引っ張る必要があります。そのため後席側からではなく荷室側から倒すのが良さそうです。シートを倒した際の奥行きは113センチ、斜め長さは140センチです。倒したシートと荷室の段差が20センチほどありますが、オプションのラゲッジボードを使うことで解消可能です。この形のコンパクトカーはシートを立てた状態での荷室奥行きはだいたいどれも50センチ前後なのですが、
こちらのビッツは広くて驚きました。これは良いですね。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。一般道にやってきました。ひび割れや凸凹が多い路面です。ひび割れについてはスムーズに通過していきます。凸凹を踏んだ際は最初の当たりが硬いです。途中からの動きはスムーズなのですが、どうも最初が硬く感じます。擬音にするとガッポヨーンという感触です。そして1リッターエンジンですが、パワー感は先代同様問題ないです。ただロードノイズが50キロくらいまでは静かなので、それまではエンジン音の方が目立ち、それがちょっと気になります。ともあれ先代と同じく時速60キロくらいまでは他メーカーのライバル車よりやや上質な運転感覚となっていてアドバンテージがあります。バイパスなど時速60キロ以上の速度域だとライバル車と印象があまり変わらなくなってきます。特にロードノイズ面がです。狭い道です。先代同様ダッシュボードが前に向かって高くなっているので、左に寄せる際は緊張します。この辺りは慣れもありますが、端に寄せる際は体を前に乗り出したり首を伸ばしたりすると距離感が分かりやすくなりますので、そこまで問題ではないかなと思います。山坂道というかワインディングにやってきました。上りは意外とちゃんと登ってくれます。速くはないですが遅くもない、必要十分な加速感です。カーブは先代同様しっかり曲がってくれます。ロールもほぼ感じず不安感なく楽しく曲がることができます。先代に比べてパワステがやや軽すぎるかなと感じますが、やはり世界戦略車という走り味です。下りです。こちらアクセル離すと CVT がエンブレを効かせてくれます。ちょうど良い減速感です。カーブが連続しても無理なく自然に切り返せます。サスがしっかり踏ん張ってボディの水平を保っているので右に左に曲げやすいです。ハンドル操作でロールしたボディを叩き起こす感じがなくて良いですね。山坂道も常識的なスピード域だと上質な走行感覚でした。高速道路にやってきました。いつもの70キロから100キロまでの加速タイムを計測します。タイムは8秒242でした。これと同じパワートレインの2代目パッソのタイムが 7.6 秒だったので、50キロほど重いこちらのタイムは妥当だと思います。そのまま100キロ巡航中です。速度の維持はしやすいのですが、先代同様にハンドルを握っていないと左右にふらっといく感じは同じです。また風で左右に結構振られます。先代はもうちょっと安定していた気がしますが、個体差でしょうか。ロードノイズはコンパクトカーとしては普通かなというところです。120キロ巡航中です。走行安定性は100キロの時と同じく心伴いです。軽自動車やパッソと同じような感覚です。やはり先代はもうちょっとまっすぐ走った感じがします。ロードノイズは100キロの時と同じボリュームに聞こえ、速度が上がったからとうるさくなった感じはありません。これは良いです。段差についてはこれは先代よりマイルドにいなしてくれます。一般道で最初の当たりがちょっと硬いなと思いましたが、高速道路だとちょうど良い塩梅です。80キロ巡航中です。この速度域だと直進安定性が戻ってきますので、安心して走ることができます。長距離走って疲れない速度域はこの辺りですね。世界戦略車としては高速域はやや物足りないかなという結果でした。今回約125キロ走って燃費は 13.3 キロリッターでした。外が暑すぎてエアコンフル稼働だったため燃費はいまいちでした。今回の KSP130 ビッツの5段階評価ですが、評価は3、普通です。先代同様他社のコンパクトカーよりも一般道ではちょっと良い乗り心地と十分なスペースでアドバンテージがあります。ただし
先代から進化した点が荷室サイズとフロントシートくらいなのが寂しいので3点です。まだまだ新鮮な中古車がたくさんありますので、4人しっかり乗れるコンパクトカーが欲しい、ヤリスは狭いという方は検討しても良いのではないでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。